はるか昔、多くの魔物を倒し世界を救ったとされる英雄がいた。クジンシー、スービエン、ダンターグ、ノエル、ボクオーン、ロックブーケ、ワグナス。彼ら7英雄は世界を救った後、姿を消した。彼らはいつの日か再び現れ、世界を救うという。帝国歴1000年、北方の帝国バレンヌの皇帝レオンは、武勇に優れた第一王子のビクトール、学問に優れた第二王子のジェラールと共に戦い続けていた。そんなある日、七英雄の一人クジンシーがバレンヌ帝国の首都アバロンを襲った。レオンはジェラールと共に遠征に出ており、残っていたビクトールが国を守るべくクジンシーと戦った。レオンとジェラールが戻った時、ビクトールは流し切りが完全に入ったのにと言い残し、息を引き取った。レオンはオアイーブという女魔導士を呼び出し、話し合いをしていた。ジェラールは兄を失ったことを受け入れられず、失意の中にいたが、レオンが現れジェラールに弔い合戦へ行くと声をかけた。ソーモンに侵攻しクジンシーと戦うが、レオンもソウルスティールを受けて敗北してしまう。死の間際、レオンは、お前が次の皇帝だ。お前はクジンシーと戦わねばならん。私の力を受け継いで戦うのだ。そう言って、オアイーブから教わった伝承法で志と能力をジェラールに伝え、息を引き取った。レオンはソウルスティールを見切っていた。ジェラールは再びクジンシーと対峙し、見事討ち取り、父と兄の仇を討った。そしてジェラールは正式にバレンヌ帝国の皇帝となった。ジェラール帝、南バレンヌを制圧するにはビクトール運河の要塞を攻略する必要があった。レオンの死から1年、ある夜、ジェラールが夜のアバロン市街を歩いていると、シティシーフが泥棒に入っているところだった。彼女が逃げたため後を追いかけると、魔物に襲われていたのでこれを助けた。お人よしね、皇帝さん。でも借りができちゃったわね。私に用があるときは酒場の親父に子猫のことを聞いてみるといいわ。そう言って彼女は去っていった。そこでジェラールはシーフギルドに運河要塞の内情を調べてほしいと依頼した。運河要塞に忍び込んだキャットはそこに魔物の軍団を見る。要塞は七英雄ボクオーンの配下バイカーの拠点であった。キャットの案内で要塞内部に潜入したジェラールはバイカーを倒し運河要塞を制圧した。帝国はビクトール運河を取り戻し、全盛時の領土を回復した。魔術師皇帝。バレンヌ帝国の皇帝は血統ではなく伝承法により選ばれる。帝国歴1110年、伝承法により選ばれたのは宮廷魔術師のアメジストだった。アメジストは宝石鉱山の問題などを解決していき、領土と財政を安定させていった。ある日、アメジストのもとにカンバーランドのハロルド王から使者がやってきた。ハロルド王は後継者で悩んでいるということだった。王には長男で武勇に優れたゲオルグ、長女で知略に長けたソフィア、優しい心を持ち人を引きつけるトーマという3人の子供がいた。3人の子供に会った後で再びハロルド王に会うと、王から後継者を選んでほしいと相談を受けたが、それはハロルド王自ら決めることだと答えた。すると翌日、ハロルド王の訃報が届く。ハロルド王は次の王を決める前に急死してしまった。大臣のサイフリートがハロルド王の遺言状を預かっていて、後継者は末っ子のトーマとなった。そして新王に反旗を翻そうとしている長男のゲオルグに討伐命令が下った。そこでバレンヌの皇帝アメジストは和平の使者としてゲオルグのもとへと向かう。するとそこに長女のソフィアが現れ、これはサイフリートの謀略だと暴き、トーマが宮殿の地下に監禁されていることを教えてくれた。アメジストがトーマを救出し、サイフリートを追い詰めると、彼はカンバーランドを支配し七英雄に取り入ろうとしていたことを自白した。アメジストの活躍でサイフリートの謀略は打ち破られた。ゲオルグとソフィアは聖騎士団を結成し、ホーリーオーダーとして皇帝に忠誠を誓った。
トーマはカンバーランドの支配権を皇帝に献上したため、この地は帝国の領土となり、トーマが統治することとなった。聖騎士皇帝。その村は巨大なアリに侵略されていた。帝国歴1314年、ホーリーオーダー出身の皇帝ピーターがサバンナを訪れた時、いくつかの村が人間ほどの大きさもあるシロアリのようなモンスターに襲われ占領されていた。そしてまだ襲われていないサバンナの村に泊まった夜、アリダーという悲鳴が響いて、地下から巨大なアリのモンスターが侵入してきたのだ。迫り来るアリを打倒しながら、奴らが侵入してきた穴に決死の思いで飛び込む。するとその穴の中でモール族と出会った。彼らもアリに襲われ、残すは2人だけとなっていた。そして皇帝は穴の奥で卵を産む女王アリを発見した。皇帝はモール族と協力し、見事アリの女王を打ち倒し、サバンナの平和を取り戻した。生き残ったモール族とサバンナの人々は帝国に忠誠を誓った。マーメイド村には美しい踊り子がいるという噂が皇帝ピーターの耳に入った。帝国歴1314年、皇帝ピーターはサバンナの兵隊の他に武装商船団とも同盟を結び、着々と実績を上げているところだった。ピーターが冒険者のふりをして酒場に行くと、そこには美しい踊り子タニアがいた。タニアに惹かれ酒場に通い詰めるピーターだったが、タニアは海へ去ってしまう。彼女の正体は陸地に焦がれる人魚であった。ピーターはタニアが忘れられず、どんな薬でも作れるという魔女を訪れる。そこで人魚薬のことを知り、その材料であるウミツバメの巣、卵の殻、アクア湖の水を集めた。アクア湖の水は月光の櫛と交換することになり、月の光を集めた。そして人魚薬を完成させたピーターは海中までタニアを追い、そのまま消息を絶った。海賊皇帝。ステップに現れた巨大な地上戦艦は薬草を取り尽くし麻薬を製造していた。帝国歴1526年、皇帝マゼランはステップに住むノーマットたちと共に地上戦艦に攻撃を仕掛けたが、地上戦艦の装甲と大量のモンスターを攻略することができなかった。マゼランがアバロンで地上戦艦の攻略法を検討していると、シゲンという男が作戦を提案してきた。彼の策は、帝国も地上戦艦を建造し、これをおとりにしてモンスターが攻めてきたところでマゼランが地上戦艦に忍び込むというものだった。作戦は成功し、マゼランたちが地上戦艦に潜入すると、そこにいたのは七英雄の一人牧音だった。そして手薄になった守備の隙を突き、マゼランは見事牧音を打ち倒した。帝国はステップを平定し、ノーマットは皇帝に忠誠を誓った。遊牧民皇帝。コムルーン島の人々は活発な活動を続ける火山に困っていた。帝国歴1645年、ノーマット出身の皇帝ベスマはヒラガの発明したコッペリア、重装歩兵のウォーラスと共にコムルーン島を訪れた。島の奥にはサラマンダーの町があることが分かり、良い対処法がないか聞いてみることにした。サラマットで見つけた石の船で溶岩の川を渡り、サラマンダーの町にたどり着いた。しかしサラマンダーに話を聞いても良い手段はなさそうだった。町に戻ると火山の研究をしている魔導士がいるということが聞けた。魔導士に会いに行くと、彼は町の人のために火山を止めることができるアイスシードというアイテムを作ったが、魔物がたくさんいる河口に行かないと使えないとのことだった。ベスマはその危険な役を引き受け、河口までたどり着き、無事に溶岩を止めることができた。この活躍によりコムルーン島は帝国の統治を受け入れ、帝国は領土を拡大した。エイルネップには美しい女王がいた。帝国歴1646年、皇帝ベスマは密林地帯の町エイルネップにたどり着いたが、そこには男性しかおらず、女性はどこか別の場所に出て行ったようだった。男性たちは口々に美しい女王のことを称賛したが、女王はモンスターがいる塔に閉じ込められていた。モンスターを倒しながら塔を登り、女王に会うと神殿の守護者を倒してほしいと依頼された。
途中で助けたアマゾネスのジャンヌの協力もあり、守護者を倒すと女王は神殿の奥へと入っていった。そこには2つの塔による柔術上は別次元へ移動するのに十分な安定性があるという謎のメッセージが残されていて、もう一つの塔があることが分かった。その塔に向かうと、そこで女王と戦うことになった。彼女の正体は七英雄の一人ロックブーケだった。ベスマたちは苦闘の果てにロックブーケを打ち果たした。悔しいわ、やっと塔の秘密をつかんだのに。そう言ってロックブーケは果てていった。人形皇帝。コムルーン島で謎の地震が多発しているとの知らせが入った。帝国歴1773年、皇帝となったコッペリアは前皇帝のベスマと解決した件と関係がないか心配になっていた。サラマンダーの町に行くと大きな噴火が起こりそうだと言われ、島の住人たちを直ちに避難させた。そしてサラマンダーからは、この状況を打開するには火口を固めた岩を割るしかないと言われたが、この作業は大変な危険を伴うものだった。頂上で火口を固めた岩を割ると溶岩があふれ出し、コッペリアは溶岩に飲み込まれたが、かろうじて脱出できた。町は火山灰があふれる元の姿に戻ってしまったが、大噴火は阻止することができた。この功績によりサラマンダーたちは皇帝に忠誠を誓った。そしてこの一連の事件は魔導士が故意に噴火を起こし、隠された魔導書を取り出そうという策略だったことが分かり、魔導士を懲らしめた。この衛兵皇帝。東の大国ヤウダにはワグナスが侵攻していた。帝国歴1895年、皇帝ディアナはヤウダを治めるアト王に謁見を申し出たが拒否されてしまう。アト王はワグナスと同盟を組み、帝国とワグナスを共倒れさせようとしていた。ヤウダの重臣石州祭はその同盟に反対するが、その進言は聞き入れられず、首都チョン島にはモンスターがあふれ返ってしまう。このため家臣たちはアト王を見限り離れてしまうが、忠義を尽くす石州祭だけはアト王のもとに残った。ディアナがチョン島のモンスターを倒して回っていると、その前に石州祭が現れ、一騎打ちを申し込まれる。ディアナは石州祭を破り、アト王は国を追放された。石州祭の孫十兵衛は祖父の遺言により皇帝に忠誠を誓った。ヤウダを平定した皇帝はワグナスの本拠地である白露城へと乗り込んだが、ワグナスは城を宙へ浮かせ逃げていった。ディアナは詩人がチカパ山でイーリスに会ったことがあり、5つの楽器でイーリスの心を和ませたという情報を頼りに、仲間と共に詩人の楽器を探すことにした。世界各地に詩人の目撃情報があった。コムルーン島のサラマンダーの町でギター、サバンナのモール族の住処でコンガ、ヌオノの武装商船団でファゴットを手に入れた。サイゴ族の村でも詩人が洞窟に楽器を落としてきたという情報を聞き、洞窟に入るとそこには七英雄のダンターグがいた。ダンターグはひたすら強さを求めて大型のモンスターを吸収しているところだった。圧倒的な力の前に苦戦しながらも、なんとかこれを打倒し、詩人のフルートを見つけることができた。最後の一つはアバロンの宿屋に忘れられたホルンを見つけ、5つの楽器を揃えることができたが、いろいろなところに楽器を忘れている詩人が心配になった。ディアナたちが5つの楽器を使ってチカパ山で演奏すると、イーリスが現れ村に招待してくれた。そして浮遊城へ連れて行ってほしいとお願いすると快諾してくれた。イーリスの協力でディアナたちは浮遊城に乗り込むことができた。しかし帰り道はなかったため、迷路のような浮遊城の道のりは無限に続くような錯覚に陥った。そしてとうとう七英雄ワグナスの前にたどり着いた。ワグナスは楽しめたかというふざけた質問をしてきたので、十分楽しんだと答えると戦闘になった。七英雄のリーダーだけあり戦いは激しいものだったが、
仲間の協力によりこれを打倒した。そして248年後、一人の男が皇帝となったが、これが最後の伝承だった。というわけでロマサガ2のストーリーを再現した AI 動画のオープニングから最終工程までをお届けした。フリーシナリオをお話にするのはなかなか大変だったのだ。だが苦労した分ロマサガ2の魅力は伝えられたと思う。またロマサガ3みたいなフリーシナリオにも挑戦してみたいのだ。そして2024年10月24日にロマサガ2のリメイクリベンジオブセブンが任天堂スイッチ、プレステ4、プレステ5、PC で発売される。 3D でのフルリメイクなのだ。概要欄にアフィリエイトリンクを貼っておくから、このチャンネルとスクエニを応援したい人はぜひ購入してほしい。そして今後の予定だが、次からドラクエ3の動画投稿を再開する予定だ。これはオーブを集めてバラモスを討伐する中編まで作成予定なのだ。その次はクロノトリガーだ。こちらもリクエストをたくさんいただいた作品なのだ。またキャラメイクのショート動画を出すから皆さんのご意見欲しいのだ。その後はまたロマサガ2の動画を出そうと思う。ここは最終工程からエンディングまでのため話数自体は少ないが、総集編には以前作成した7英雄の過去を入れようと思う。こちらも5ヶ月前に作った動画だから少し手直ししたいのだ。それではここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。さようなら。